何歳ですか？忘れました。忘れちゃったね。 VTuber を稼がせたい。男が考えるビジネスとは。 VTuber を店舗などに派遣するサービスです。 VTuber と飲めるバーを立ち上げました。 V ライバーと飲めるんですね。はい、働くことができないみたいな状態だったけど VTuber としてだったら別の人格として働けるので、なるほど。めちゃくちゃいいな。すごい。もう一つの人格を持って働ける人全ての人に雇用を提供したいと思ってます。それ一対他でしょ。 AI がめっちゃ進化してるからそことどう住み分けするかっていうのがどんな領域も1000人2000人はね、もしかしたら成功するかもしれない。2万人はちょっと多すぎるよ。これぶっちゃけ僕みたいな声の親父でもできるんですか？できます。マジ？今日実は素顔を見せますって言って山本さん出てきたらめちゃくちゃ面白いですね。山本社長に方向性があるというところを一緒に作っていただいて、コストとかも全部開示するので利益折半という形でやらせていただけないかと思いますが、いかがでしょうか。合同会社データロ代表の高野と申します。よろしくお願いいたします。本日は弊社から打ち出そうとしている VTuber 派遣サービスについてご紹介させていただこうと思います。VTuber 派遣サービスとはこちらのイメージ図のように VTuber を店舗などに派遣するサービスです。店舗の販売員、インフォメーションスタッフ、受付などを代替することによって話題性、集客効果の向上、人手不足解消、ダイバーシティ推進による社会貢献などの効果が見込めます。現在まだコンセプト設計フェーズなので、コンセプトの検証のために初期のクライアント様と話しながらサービスを詰めていって、そこで柔軟にサービス内容を変えることも可能です。皆様は VTuber についてご存知でしょうか？ VTuber とはアバターを使って YouTube での配信活動などを行う YouTuber のことで、アバターにもう一つの人格を持たせることによってもう一つの人格として働くことができます。これによって例えば精神的な理由により働けない人が VTuber としてだったら活動可能だったり、外見にとらわれずに発信活動をするなどのことができます。 VTuber 市場は2022年に世界で 2.8 億ドルだった市場が2032年に 4.8 億ドルまで達すると予測されており、非常に成長しております。日本で約2万人いると言われている VTuber のうち VTuber 活動だけで生計を立てられている VTuber はごく一部という課題があります。そこで弊社ではこのように VTuber と飲めるバーを立ち上げました。 VTuber と飲めるバーとして、2023年の2月に大阪店、4月に池袋店をオープンし、オープンツイートでは約180万インプレッションなどの反響が得られました。オープン直後2日で200人の VTuber から応募があり、その VTuber は積極的に熱意を持って働いてくれています。ただ VTuber の生計を立てられるほどのシフト枠を提供できていないので、今回こちらのサービスを立ち上げようと思いました。ご提供するプランはこちらで、お試しプランとしてはクライアント様のモニターなどにご用意いただいたモニターなどに VTuber を派遣するプラン、モニタープランとして弊社から提供するモニターなどに出演するプラン、臨場感プランとして VTuber と飲めるバーと同様の臨場感でご提供するプランの3つをご用意しております。ご要望に応じてプランのカスタマイズが可能で、需要に合ったプランをカスタマイズした上でご提供可能です。今回お願いしたいこととしては、反則に関するご提案だったり、コンセプト検証フェーズなので事業の方向性に関するアドバイスなどがいただければなと思っておりますが、ウィンウィンになる関係性でしたら何でもご提案いただければと思います。よろしくお願いいたします。課題としては幅広くVTuber に働き方を提供したいと思っているんですけれども、現在の VTuber として飲めるバーだけだとシフトワークの提供というところで生計を立てるなどに至っていないっていうのが現状なので、幅広い人に使ってもらうためにいろいろな店舗などに派遣するっていうところのご支援をしていただきたいなと思っております。 VTuber の雇用とか収入を増やしたいと。はい、おっしゃる通りで、最初は VTuber として活動している人だけが対象になってしまうと思うんですけれども、ゆくゆくは自分としてじゃなくもう一つの人格を持って働ける人全ての人に雇用を提供したいと思っています。VTuber についてご存知もしなかったらということで、本日弊社の正式キャストの VTuber に来ていただいてるんで、会話もできるので、もし会話したい方がいらっしゃいましたら。こんにちは。お名前は？音崎ありんと申します。はじめまして。よろしくお願いいたします。何歳ですか？忘れました。忘れちゃったね。そんなことあるね。成人はしてるんですけど、もう数えるのやめちゃいました。その衣装どうなってるんですか？手挙げてみてください。
手挙げれないんですよ、私今。あ、手挙げれないんだ。挙げれる子もいます。なるほど。稼いでますか？稼いでないです。今のメインの収入は何なんですか？ V ライバーラボで働かせていただいてるので、そちらで。V ライバーラボの公式として生まれてきたってことですか？途中から違います。違うの、途中からなったと。もともとはい VTuber として活動しててっていう感じです。なるほど。で、音崎さんは、はいファンの方とかって何人ぐらいいらっしゃるんですか？チャンネル登録者数が4700人となっております。ファンの方ってどういった方が多いんですか？年齢層とか性別とかって。デビュー当初結構男女比半々だったんですけど、最近ちょっと男性が9割になってて、めちゃめちゃ危機を感じてます。年齢はだいたい20代30代が多いですかね。今どのくらい稼いでるんですか？ VTuber と V ライバーラボ合わせて1000円ぐらいですかね。本業があるんですか？じゃあ今は本業してなくて、この活動だけです。ラボじゃない方からの収益は広告収益なのか、なんかタイアップなのか、その辺でいくとどういう収益なんですか？メンバーシップが私は一番いただいてます。没入しちゃうね。でももう普通に喋ってる感覚になってました、俺も。VTuber 出演ここまでにさせていたあだいて、りがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。このような形で出演するのが先ほどのモニタープランっていうところで、臨場感プランだともうワングレード上の機材で透明の膜とかに映るようなプランになっております。で音崎さん自身も躁うつなどの精神的な病気で自分で働くことができないみたいな状態だったけど、 VTuber としてだったら別の人格として働けるので、今の方がすごく生き生きとすごい、はい、働けてますっていうことで、 V ライバーラボ正式キャストの中から音崎さん選んで来てもらいました。めちゃくちゃいいなそれ。面白い。これ今 SNS 見てるけど V ライバーと飲めるんですね。はい、池袋だし。 VTuber が稼げるようになるための支援とかも御社で行ってるんですか？稼げるようになるための支援があまりできていなくて、入った時は時給みたいな形でお支払いするっていうところと、ドリンクなどが入ったらその分のバックが入るっていうところで、あと配信活動において密に会える場があるっていうのもプラスになるので、もともと自分別のコンカフェとかもやってるんですけど、それで伸びたキャストがいるんで、来るまでライブ配信でお話ししましょうが結果的に支援になってるっていうパターンはあると思います。これぶっちゃけ僕みたいな声の親父でもできるんですか？できます。マジ？それぞれのキャラクターみたいなのがあったりするんで、男がやった方がいいんじゃないですかね。言われたい人とかと相性いいですよね、山本さんの場合。中身おじさんの VTuber で可愛い女の子とか結構ありますからね。そうなの？そうなんですよ。おもろ。むしろ流行ってますよね。声変えてる方もいますね。ボイチェンを使って男性が女性 VTuber でみたいなのもあります。可愛い VTuber がお店に来てて、今日実は素顔を見せますって言って山本さん出てきたらめちゃくちゃ面白いです。そうですね。超バズりそうですけど。いや、やめてそれ。でもそういうの実際に例があって、明石家さんまさんがなんかずっと匿名で可愛い女の子の VTuber でやってて、いきなり明石家さんまでした正体っていう公開したみたいなのありましたからね。VTuber 事務所とかってなんとか学園みたいな感じで YouTube アカウント合同でやってたりとか、はい、あれ多いじゃないですか、はい、そういうのってやってらっしゃったりとかしてますか？そういうのもV ライバーラボ合同でのライブ配信活動みたいなのは最近始めてます。SNS は他になんかライブ配信以外に強化してるところとか？ライブ配信以外にはツイッターで今3000弱ぐらいのフォロワーがいるんで、ツイッターでオープンツイート、本日こんな感じのキャストがいますみたいなとこを言ってたりだとか、 TikTok、インスタもちゃんとできてないですけど一応やってはいます。課題は改めてお伺いしていいですか？ VTuber にもっと多くの雇用機会を提供できるようにしたいので、 VTuber を雇用してくれる派遣先を見つけたいっていうところです。だからある程度高時給で稼げなきゃいけないわけだもんな。コールセンターの代行とかそういう事務的なのだとあんま時給高く払えないじゃん。そうですね、それでいうと VTuber のそのキャラクターを活用できるところがいいと思います。VTuber の裏側に人間の方いるわけじゃないですか、はい、この人の過去のこととかって話せるもんなんですか？話せる人もいます、その人がどこまで公開してるかっていうところなんですけど、先ほどの音崎さんに関してもその躁うつでみたいなところは発信して、そういうのうまく発信したらこの人に仕事配給しようなって思う人はいっぱいいる気がしますよね。
すでにお話しいただいているところですと、まだご提供しているわけではないんですけど、家電量販店などで商品の説明をするのに VTuber がいると集客効果向上などが見込めるのではないかというところでお話しいただいてたりはします。それでは、オファーラウンドの方に行きたいと思います。オファーラウンドはまずはじめにですね、オフィサーの方に現在のですね、状態でオファーがあるかどうか、ファーストコールをさせていただければなというふうに思います。ファーストコールはプレゼン後にサービスの概要を深掘った後、このオファーラウンド冒頭で現時点でのオファーの有無を確認する新システムである。じゃあ山田社長いかがでしょうか。僕は今アイデアがあんまり浮かばないです。僕の強みはいくつかあるんですけど、法人向けの営業とか経営者の人脈がすごくあるので、何か活かせるアイデアを考えたいなとも今思ってます。僕もうちょっと聞きたいんですけど、 SNS の文脈でいけばお手伝いできるなって思ってて、今ちょっとたった今見つけたんです、アカウント。これだったら絶対伸びないなっていうのがいっぱいあるんで僕が入れば一気に認知は広げられると思うんで、そういう意味では協業できるなと思っています。今のところは一応ノットオファーで派遣先を広げるっていう部分で企業の提携先を見つける部分ではまだお手伝いできることが思いつかないので、今のところは本当です。私、この授業を見させてもらって、なんか次のエニーカラーになりうるんじゃないかなと思ってて、なんか上場とか目指されるのかなと思うので、なんかその方面でなんかこうサポートできないかなと思ってます。はい。ありがとうございます。高い方のプランあるじゃないですか、100万円の方のディスプレイみたいなのってなんか街とかにも持って行ったりできる感じですか。持っていくものを、作れる予定ではあって、ただ最初はもうご要望に応じて一つ一つオーダーメイドで作る。なるほどなるほど。コンセントとかなくてもいけるんですか。モバイルバッテリーなどを使って作ることはできます。光が当たると難しかったりするから、黒い膜で覆ったりとか、クライアント様に応じて変えなきゃいけない部分が出てくると思うので、出口が固まるまではオーダーメイドでやった方がいいのかなと。SNS で運用する上でいきなり人通りが多いところにポンと現れたりしたら、人はどういう反応を取るかみたいな面白い気がしてて、現状は難しいってことですね。ただ作ればすぐできるんで。作ればっていうのはその周りを囲うってことですね。光が当たらないように覆うようなカーテンみたいなのをつければ。そうなるとでも人がいっぱいいるところにいきなり現れた感はちょっとなくなっちゃいますね。そうですね。それで言うとできるかわからないですけど、なんか駅構内みたいな光が当たらないところとかだと可能な場所もあると思います。2万人全員がそれで稼げるのはちょっと難しそうだけどね。そうですね。日本の人口だとヨーロッパとかに出ればいいかもしれないけど。英語喋れる人とか結構いますよ。弊社のキャストの中にはいないんですけど、英語圏から働きたいみたいな声もかかってたりするんで、海外でも結構 VTuber って人気だったりして、韓国で無断転載されたアカウントとかも100万インプレッションとか言ってたりして、インスタで海外で雇って英語で話してもらうっていうのはいくらでもできると思います。音声を変えるのと同じ感じで英語って変換とかってできないんですか。できるかもしれないですね。ちょっとすいません、その辺はあまり詳しくないんですけれども。なんかそういうのできれば、なんかこうインバウンド向けのアテンドの VTuber とかはできるかなと思ってて、あれ高いので時給とかってめちゃくちゃ。スマホかなんかに現れてくれればいいよね。そうですそうです。で一緒に旅行中にこう同伴してくれれば。逆に日本人が海外行った時も教えてくれたらいいな。時給ガイドだから高いかもしれないですね。高いですよね。確か2万超えてるって聞いてます。転職与えてその側を VTuber みたいにするみたいな感じだったらちょっと得意性があって面白いできそうです。日本語を教える先生みたいなのでも側がなんか VTuber なだけでちょっと面白いなってなってくれたりとか、オタク文化とか海外人気なんで、家で一人飲みしてる時にスマホで話せるとかそういうのがあるのサービス。それに近いのが通常の VTuber のライブ配信で会話ができないんです。1対1でしょ。そうですね。AI がめっちゃ進化してるから、そことどう住み分けするかっていうのは AI 彼女みたいな、はい2万人全部はちょっときついかもね。甲子園出れるのが1000人、現役の多分事務所に入ってるアイドルが2000人、東大入る人が3000人、どんな領域も1000人2000人はね、もしかしたら成功するかもしれない。2万人はちょっと多すぎるよ。成功してる人って言ったら数名とかなんでしょ、数十名とか。数十はいると思うんですけど、ライブ配信だけで稼ぐ人はもう数千万円とか稼いでたりとかして、生計立てられるレベルでいうと数十よりは多分ちょっといるかなっていう、はい、
狙っている層としてはその2万人のうちの全てではなく、ちゃんと接客できるのかとか、その辺で結構選別している部分があるので、それできるのってせいぜい3割かなっていうふうに思うんですけど、すごく稼げてる人ではないその3割のところにアプローチできればいいなと思っております。接客もそのキャラクター性があってファンがつきやすければいいんですけど、単純にできないだけだとどうなのかな。あとは参入障壁ですよね。僕も機材とアプリ買って誰か人間がいてモデルさえ作っちゃえば明日始めれるよね。はい、そうですね。何百人何千人のスタッフを抱える事務所をやったとて、類似のモデルやっちゃおうって誰かがやるとスケールメリットを出しづらいんじゃない？そうですね、おっしゃる通りで、参入障壁はあまり高くないと思います。アセットとしてあるとすれば、ここ1年ぐらいで VTuber をマネジメントしてきて、そういう場に出して接客をさせるみたいなところの経験だったり、機材を提供できるっていうところだったり、ただ、必ずしもいくらで絶対これぐらい儲からなきゃいけないみたいな形じゃなくて、赤字にならなくて、お互いプラスになるようなところを探っていければいいかなと思っているので、自社でそういうのをやりますよりは、弊社に頼んだ方がお得にはなると思います。なる？はい、お給料払うってことじゃないですか。で、接客のコストが下がるわけじゃないですよね。そしたら、集客できないんだったら意味ないんじゃないかなっていう気がしちゃいますよね。集客できる VTuber って言ったら、こことタイアップするメリットあるのかなみたいなところ。今のその店舗はどういう形なんでしたっけ？何人も VTuber を並べて成り立つような売り上げは立ってないです。社会貢献味に当て込もうとするとマネタイズめちゃくちゃ難しいから、VTuber とかを救済するっていうのが本当に一番の目的だったら、投げ銭とかでどう稼いでいくかみたいな方をやるべきだと思ってたんですね、僕も。